さて、テラリアとリムワールドが融合した作品が大型アップデーで日本語対応し、現在セール中とのことで、今回はケプラースの紹介を行います。こちら見た目がリムワールド、ゲーム性はテラリアなオープンワールドサバイバルです。似た作品として人気どころはネセスとティンカーランズがありますが、ケプラースと合わせどの作品にもそれぞれ特徴があります。まず最近発売されたティンカーランズは一番テラリア準拠で見た目はゼルダ風にした作品です。ゲーム性や進行はほぼテラリアです。次にネセスは一番人気であり、近年見た目が大幅に改善され、よりゼルダ風になりました。ゲーム性はティンカーランズと同じくテラリアですが、そこにリムワールド要素が加わっているのが特徴です。仲間にした村人にある程度自律的な行動を行わせることができます。ちょっとした自動化が行えるサバイバル系ゲームでもあります。その上マップ切り替え式というのも昔のゼルダ風でしたが、次の正式版となる大型アップデートでオープンワールド化が決定しています。そして今作ケプラースは見た目がリムワールド準拠の上から見下ろし型テラリアです。つまりゲーム性はティンカーランツとネセスどちらにも近いです。ただ見た目だけではなく四角い壁の鉱石を掘るとか木の伐採の仕方やサウンド、あるいは敵との交戦する感触もまんまリムワールドです。特徴としては遺伝子を用いた独自の育成システムがあります。素材を集めることで能力をアンロックし、蜂の巣状のパネルにはめ込み構成を作れます。戦闘特化だったり、建築特化やトレハン特化みたいな形です。また一緒についてきてくれる仲間も遺伝子をはめ込み独自に作れます。その他リムワールドより美術面は細かく描かれており、建築での景観はより良い見た目になります。この手のジャンルはエンドゲームの一つが街を作ることでもあるため、それだけやる気につながります。加えてテラリアライクということでエンチャントシステムもあります。装備にランダム性能をつけられるし、敵からも装備ドロップがあります。独自の最強装備を見つけるハクスラトレハンゲーとしても楽しめます。その他リムワールド風要素として襲撃イベントがあります。敵が拠点を襲ってくるためタレットといった防衛施設を作り迎撃できます。一方リムワールド風でもありますが、ネセスのように住人に仕事を行ってもらうことは現状ほぼできません。遊んで暮らす賑やかしとしての生活は行うものの、農作業やら木の伐採などしてくれません。これは現在実装中となっています。ケプラースは3人体制で2018年に早期アクセスが開始し、2022年に正式版が発売されるものの、現在までも開発がじっくりと継続されています。年に1、2回のアップデートがあり、あまり報告がないため、開発は終わってしまったのかと、たびたび掲示板で話題になりますが、今後のロードマップを着実にこなし、改善も行われ続けています。現在までに 84% に非常に好評3600件近くであり、開発費に対し売上が大きく上回っていることが予測されるため、今後もじっくりと更新が行われていきそうです。盛り込まれる内容次第ではネセス並みに人気が出る可能性もあります。今回遊んでみた感想としては、少なくとも序盤は他の作品と大きな差はなく、独自要素もあり漏れなく楽しめました。ということから違いは後半のコンテンツにかかってくるのでしょう。現状他に予定されている主な実装内容は、まずアクセサリー合成システムがあります。テラリアのそれと同じものかもしれません。ネセスにはあります。あとは無限ダンジョンや新農業システム、傭兵や NPC の募集システムを改善するなど予定が盛りだくさんです。類似作と合わせ今後の動きにも注目したい作品です。定価は1500円ほどですが、現在 40% 割引の912円のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。軽めの作品のため、お持ちの PC でも動くかとは思います。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ケプラス。まずはキャラクターの作成。おう、リムワールド風と聞きましたが、一応立体感あんのかな、多少のね。種族、人間。お、これシュガーっぽいな。これにするか。人間は採掘速度と食事速度が 100% アップ。で、難易度がありますが、タフ、やられてしまうと全ドロップ。これはパーマデスですね。じゃあスタンダードでいきましょう。そしてワールド作成。ワールドノーマル難しい。ワールド名。これでいいかな。襲撃モード。あれにしましょうか。ワールド生成中？あ、すごい早いね。作られるのが。まずはチュートリアルかな？ A と W で脱出する。ここから。うわー、脱出。ともいきや、なんだ？ヘルプ。誰か助け求めてる。
こっから開始か。WSD で動けるんだ。リムワールド風と聞いたからね、こうやって、マウスカーソルでね、選んで、行き先決めるのかなと思いきや、そういうわけじゃないっぽいね。フォントも自分の PC 内の選べんのかな？選べるっぽいね。結構グラフィクス細かいですね。これ殴って壊せる。なんか入してるね。ベリー。テラリア風だ。これも破壊できんのかな、そのうち。寝れそうだね。これなんか光ってるけど。まずはヘルプ。そっちに向かいたいが、ドアが閉まってる。どこで開けられるんだ？ライトクリックだ。拡大縮小はないのかな？マウスホイールは画面下のホットバーですね。切り替え。さあ今助けるぞ。このパンチがいいね、これ。丸い表示。ボロボロのロボット。サーバーモード。起き上がった。なんか鍵を入手しましたね。補給品。昔の記録のようだね。グラフィクスが。まあ、確かに、リムワールドチックではあるけど。なんだ？悪人か？ダース・ベイダーみたいなの現れたよ。うわぁ！武器も確かにビームサーベルだ。さあ、左上に目標が表示されましたね。火を一本破壊する。あとは、メコのポータル。どこにあるんだ、そんなものが。右下装備品かな？テラリア風のね。火を破壊しよう。全然壊れないな、パンチだよ。壊れた。壊れて、石の棍棒、C で手動クラフト。これはトーチだ。棍棒はトーチしかないぞ。これは棍棒だね。石が必要だ。さらに、ベリーを集める。ライトクリック。壊さなくて採取ができますね。これ岩は破壊できる。これ焚き火っぽいね。つけらんないのかな？壊しといた。木はまた生えるのかな？もしくは種を植える必要あるんですかね？植えるって書いてあるな、よく見ると。インベントリは C でいいのかな？種。これは松ぼっくり。種ではない。これどうだ？ベリーの種。ライトクリックかな？そのようだね。植えられる。どんどん植えとくか。じゃあ。これを見るとポータルっぽいね。これにしとこう。焚き火では料理が作れんのかな？焼きベリー入れてみたけど、動きませんね。トーチを作るには干し草が必要である。木材にね。作りましたね。ここら辺掘れそうだね。あっさり掘れるパンチで。雪なんだ。ね、階段もある。この手のゲームではよくあるね。地下でも枯れんのかな？空腹ゲージは左上かな？ 87%。この雷マークなんだろうね。エネルギーかな。時刻の概念はありそうだね。画面右上。夜になると襲ってくんのかな？クリーチャーがね。さあ、棍棒。作成した。初めての武器だ。次はツルハシ。木に火をつけるってあるな。これで火がつけられんの？ついてる？ついた。すげえ。このゲームすげえ何気に。炎の描写がかなりリアルだね。マップは M ね。一応見てみようか。現状はこんな感じ。全世界どれくらい広いかわかりませんが。相当広そうだね。あと重量の概念はなさそうだけど、持てるだけ持てんのかな？スタックしてね。右のドクロマークが気になるね。で、ちょっと暗くなってきた。午後6時か。耐久性減ってるかな？この緑のゲージが、それっぽいね。金庫っぽいのはあるけど。メコの金庫。エナジー粒子。ちょっといらなそうなものは入れとこうか。松ぼっくり。この木が植えられるんだね。相当ある。チェスト整理。この機能があるね。テラリアと同じ。近くのチェストに移動するみたいな。こう明るいけど、電気がどうなってんだ？ここら辺から来てんのかな？暗くなると周り、何にも見えませんね、このゲームは。お腹が減ってきたので、ベリーでも食べましょうか。食べる感じが、リムワールドだね。これ早速降りてみます？この環境では生き延びられません。現状はまだ入れないのか。数秒以内にやられてしまう。まだ無理なんだ。なんか、ツルハシマークついてんだけど。なんかやってくれんの？修理してくれる？自分の装備を修理する。耐久度が増える。コストは？これがかかるんだ。なんかいる。戦闘だ。勝負だ。この野郎。よし。なんだこいつ。なかなか硬いけど、倒した。T エナジー粒子。G で、なんか見れたよ。スキルツリー的な？これにはめていくことで何かができる。なんかある。敵がいる。こっから物資を奪えそうだ。よし来い。ほら。
危ない。いいぞ。やばい。結構強い。結構ところが、そう強い。やばいやばい。お、倒した。回復回復。あ、一瞬で回復できる。クールタイムあんのかな。テレアリア式ならば、回復にクールタイムあるそうだけどね。何度か勝った。あ、クールタイムあるね、やっぱり。とりあえず勝利したので。戦利品をもらいましょうか。この散らばり具合。マイクラ。まずはまとめよう。チェストを整理。で、全回収。お、なんかリムワールドにいそうな。生命体。あ、敵世代やばい。離れよう。これなんか、あるね、ここにも。あと寒さで凍えるとか、そういう要素あんのかな。こいつらは、あ、襲ってくるようだ。来た来た来た。やばいやばい。この野郎。逃げながらならば、やれますね。はい、あれどうだ。あれっと、これで肉が取れる。あ、新手が現れた。ここから生まれるのか。さながら巣穴なんですかね。壊しそうだね。壊さない方がいいのかな、これは。敵が永遠と出てくるんであれば。こいつはライトクリックで、クク銀行。ここにアイテム預けられる。でもこいつがいないと取り出せないんでしょ。何預けといたらいいんだ。ちょっと家を拡張しましょうか。これ一つだけ破壊したい場合に逆に難しいんだけど。あ、こういう風にライトクリックで、これテレアリア式だね。ブロックを指定できるんだ。置き換え機能はないかな。まあ、テレアリアも結構後の方でできた機能だけど。それとテーブル。ライトクリックで、これなんかできるっぽいね。販売できるものを誰が買ってくれんの？ NPC？ あ、見た目に反映される。これは面白いね。あとこのゲームは、スタッシュのアイテムがね、どういう扱いになるかだね。使用してくれるのかどうか。石ブロックに木を放り込む。持ってない扱いになってるね。今んとこ無理っぽいな。動物を一回繁殖させる。村で動物を購入する必要があるんだ。で、満腹になると繁殖。まず畑でも耕してみるか。これ作れそうだね。しかし、何植えりゃいいんだ。それに水もないしな。花を入れますと。おう、見た目がちょっと良くなりましたね。これは素晴らしい。革の装備が作れるぞ。靴だな。そう、靴を作ったところ、セット効果がありますね。4V までかな。4V で防御力アップ。これはテラリア式だね。階段が作れるぞ。地下4階まで行ける。へえ。なんか街っぽいよ。そうだね。物資を売れる。何でも売れんのかな。これが通貨っぽいね。で、現状かなり溜まってるようで、そうでもないのか。遺伝子。なんか取れそうな。分析が必要？どれ取ったらいいんだ？ライフ回復。分析。したことで、はめられる？ましたね。これで、ライフが回復する。他にいっぱいあるよ。すげえあるんだけど。スカベンジャー。物資が2倍ドロップする。おー。これは取れるものが、ここに表示されてるっぽいね。緑色。この町に住んでもいいんじゃないか、これは。自分の基地に戻らなくてもね。農具を作る。蜂の巣。蜂を採取できる。動物を飼うにはどうしたらいいの？あ、これで買える？ 100 で買える。ひよこ。小ヤギ。全部100だ。じゃあヤギにしようかな。買ってみた。この苗はこんなもんか。あ、破壊できる。これ町の持っていける可能性あるな。自由に。これもテラリア式なのか。ほら。やった。分取り放題だこれ。あいつが王が。まだ手なずけることはできない。でっかいなこれ。ああたくり手。これ距離結構重要だな。ちょっとでも接近を許すとね、やられますね。チェストの上も判定なさそうだね。こりゃいいね。とりあえず小ヤギ。使ってみた。ここに餌入れりゃいいの。こいつは何食べるんだ。リンゴでも食べんのかな。大丈夫か小ヤギ。全然動きませんね。もうアクセ、殴ったら待って待って待って。すまん。すごい。怯えてる。許してくれ。どうした？襲撃だ。ミュータント。え？これ？あ、来た。ああ、飛び道か。違う。剣で撃ってきてる。やったー。これでクリアか。まあ、やってもやんなくてもよかったんだろうね。ヤギがでかくなってる。これ、繁殖させるには2頭必要なんじゃないの？1頭じゃ絶対無理だよな。で、リンゴ減ってないんだよね。見た目は OK っぽいんだけど。
右上になんかあるぞ。ポータルマーク。ファストトラベルポイントがもしかして。ライトクリックで、ポータルを有効にする。ポータルが第5次元行ける？行けと言われていた場所。着いた。あらら。これ何？レプリカ？レプリカを作成できる。なんだこれ。更新時間。なんか人を作れんのかな？こっちは？これはなんだ？いろんな作業台がありますね。現状は全然作れない。物資が必要だ。無人島行ってみようか。どこだ？ワールドとは独立したエリア。各キャラクターは自分の無人島にしか入れない。これはなんだ？クリエーションモード。独自の島か。ここに拠点作ってもいいみたいな話かな。むしろここに作った方がいいのか。で、周りは水だからこのロックフィル。これで地面を拡張してくれと。どうした？感染した村の座標？敵を倒したことでロケーションを発見した。交換できるキャベツで何かと。物々交換か。ここはなんかいそうだね。骸骨マークあるよ。ミニマップ上に。ボスみたいなのがいる。でかい。危ない。結構いるな、周りに。よっしゃ！やったぞー！感染者。研究所に持って、なんか見せる？新しい資料。いっぱい見つけたようだね。これで新たな作業台が作れそうだね。懐中電灯、装備品だ。ここに設定できた。これで暗い時に照らせんのかな？自動で。これ街か。あれ？ここはでかいね。随分。あったポータル。やった。あとそうだね。水が未だに。これ周りのこれ水でいいのかな？この街の周りの。いけた。餌は不要なのかな？来たー！拾いきれない。初めての魚。白魚。焼けるんですかね、これは。まずはヤギ。色が違うけど。では、蜂の巣。置いてみた。これが一体どうなるのか。あと、懐中電灯は、照らされてますね。うっすらと。一気に増えたよ。地下3階に行ける？ゴブリンの村を見つけ、ゴブリンキングを倒す。つまり地下2階で、ドレニアン。これ装備品だな。懐中電灯の代わりに装備できる。耐久性が上がるか。アクセサリースロットが増えれば装備できそうだね、さらに。階段を作成。とりあえず一つ。まずは地下1階。硫黄鉱石を発見する。ショベルは何使うんだ？これで床のタイル。掘れるっぽいね。これでアクセサリースロットが解放される。やった！アクセサリー2つだ。どんどん強化していく。面白い。メッキプールを作成。より優れた属性がつく。金属インゴットと異変原体が必要。まずは武器を入れる。武器。銅の剣。1って書いてあるね。これでランダムな一般品質黄色属性 ×4 がつく。現状は属性が2つついてる。やってみようか。いけ！いわゆるエンチャントですね、これは。テラリア式なのかな。鎧にもできんのこれ。いけそうだね。つけてみようか。ほい。来たよ。銅の鎧。爆発ダメージ軽減。エンチャント装備が敵からドロップするかわかりませんが。とりあえず地下に行ってみよう。そして繁殖した？繁殖。やった。これどれくらいまで増えるんだ？食べ物は相変わらず減ってないな、これ。不具合じゃないのか、これ。減らないの。気になる。麦も育った。麦を食べた。こっちを食べるんだ。まあいいか。勝手に食べてもらってね。食べ物は困らないでしょ、それにより。あと気になるのこれだね。8。花を植えるんだ、周りに。すげえ。いろいろできる。面白い。というわけで地下ダンジョン。階段作りましょう。このドラクエポクティをね、これ。マップ上に階段を作る。できたー。階段にも耐久性があって、何度でも使えるっぽいね、これは。とりあえず潜ってみよう。地下は暗くはないようだが、いきなり囲まれてる。これ大丈夫？この場所。汚染してる場所じゃないの？このキノコね。なんか飛んできてんだけど。やばそうなの。壊せた。ダンジョン自体も自分で、こうやって道を作れるって面白いね。これだよね、この階段。スタート地点で。普通に入れるじゃないか。なんだこれ。
骨の壁。スタッシュ。新しいアイテム。ゴブリンフォーク。アクセサリーだ。食事速度上昇ね。欲しいな。なんかあるよ。輝く何かが。なんだこれ。あ、逃げ始めた。トレジョーゴブリン的な。うわ、追いつかねえな、これ。あいつはどっかに引っかからないと。チャンスだ。よし。逃がすな。カメロ。あ、なんか落としてる。拾いきれない。ああ、いなくなる。もうちょい。やった。倒した。リフターストーン。裂け目を通じて家に戻れる。これがテレポストーンか。テラリアのね。あれ、動物の糞も落ちてるね。これどうすりゃいいんだ。まずはミツバチだね。蜂が出てきた。すげえ。あとは枯れるかな。巨大な小麦が増えた。さらに植えるか。階段を渡すとなんかもらえる。ちょっと渡してみた。これはなんだ。あ、これが遺伝子モジュール。これらを集めてレプリカが作れると。この地下どれくらい広いんだろうね。あ、相当広い。上のマップと同じ広さがある可能性あるね、これは。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。